日本の近現代史をどう見るか、修書、なぜ近現代日本の通史を学ぶのか、成田隆一、通史の書き換え、岩波新書の中に設けられたシリーズ日本近現代史、2006年より刊行は本編9巻で、近代日本の始まりとしての19世紀後半から21世紀の現在までを扱います。およそ150年ほどの期間ですが、近代国家イコール国民国家の形成と、その後の展開が見られた時期でした。戊辰戦争や西南戦争があり、対外戦争も日清戦争、日露戦争から日中戦争、アジア太平洋戦争など、いくつもの戦争を経験して敗戦に至りました。戦後もまた占領の後、経済成長からその終焉までと、実に多くの出来事があった時期です。ここではなぜ近現代日本の通史を学ぶのかという問いに対し、1、なぜ日本近現代の歴史を学ぶ必要があるのか、2、今通史を学ぶことの意味はどこにあるのかという2つの角度から問ってみることにしましょう。あらかじめ補助線を引いておきたいと思います。岩波新書ではこれまで日本近現代史の通史として2種の本がよく読まれてきました。井上清、日本の歴史、上中下、1963から66年と、遠山茂樹、今井誠一、藤原明、昭和史、旧版1955年、新版1959年です。この2著は1950年代後半から1960年代前半にかけて出されましたが、戦後歴史学の代表的な通史と言えるでしょう。戦後に歴史学がそれまでの広告史観とは異なった新たな出発を行いますが、その戦後歴史学の問題意識と成果を存分に投入した著作です。昭和史は1955年の段階で昭和の通史を描いたもので、サークルや読書会のテキストとして盛んに読まれるとともに、同時代の書き方、歴史の書き方をめぐって議論がなされることともなりました。戦争の推進者と抵抗者のみが描かれ、その中間層としての国民が不在であったり、人々の痛みが描かれていないという批判がなされたのです。昭和史の認識と叙述に対し、歴史研究者にとどまらず、文学者や評論家が加わった昭和史論争となりました。現在ではその論争を踏まえて書き直された新版が刊行されています。他方、日本の歴史は一人の著者が原始の時代から現代までを記していますが、近現代史の叙述に比重を置いている点に特徴があります。上巻は原始の日本から鎖国と封建制までを扱い、中巻は百姓町人の勢力の上昇から明治維新を得て天皇制の完成、そして下巻では初期議会と政党から第二次世界大戦後の日本と世界を記述します。全38章のうち第21章開国、第22章倒幕以降が近現代の歴史に当てられました。約半分が近現代史の通史ということになります。その後、日本近現代史の領域では1960年頃から民衆史研究が盛んに言われ、民衆を主体として歴史像が探られました。岩波新書にはこの民衆史研究による通史は見当たりませんが、西岡虎之助、鹿野正直、日本近代史、千曲書房1971年や鹿野正直、近代の日本、ジュニア版日本の歴史の一冊、小学館1978年などが、こうした立場からの通史として出されています。日本民衆の歴史全11巻三省堂1974から76年は実際上は民衆運動の歴史を扱っていますが、これも民衆史研究に立脚する通史の試みということができるでしょう。このことは歴史学の関心が推移することにより、通史が書き換えられ提供されてきたということを意味します。戦後歴史学から民衆史研究へと歴史学研究が移行していき、そのことに合わせるように新たな通史が提供されたのです。歴史学の世界ではさらに1990年頃から新しい動向が見られるようになっています。とりあえず現代歴史学と呼んでおきますが、今回のシリーズ日本近現代史はそのような新たな動向、現代歴史学による通史の試みということになります。戦後の射程で見るならば3回目の通史の大きな書き換えとなるはずです。戦後歴史学と民衆史研究、問いかけと回答。さて、このように補助線を引いた上で先の2つの問いに向き合ってみましょう。1の問いは歴史学の中で繰り返しなされてきました。なぜ歴史を学ぶのか、日本史を学ぶのかと。ここでは日本近現代史に限定したいと思いますが、なぜ学ぶ必要があるのでしょうか。歴史学が問いかけと回答を共に提示するものです。
問いかけと回答とをセットにして提出するところに歴史学の営みがあり、その回答は必ず歴史叙述として出されます。通史の試みはこの問いと回答の営みに他なりません。とともにすでに歴史学の動向を見てきた読者の皆さんには、なぜ日本近現代史を学ぶのかという問いへの回答として、戦後歴史学の通史があり、民衆史研究からの通史が続き、さらに現代歴史学からの回答が加わることが納得できると思います。それぞれの営みは時代背景を持っていると同時に、それぞれの歴史学の姿勢を示すものともなっているのです。それぞれの歴史学の課題と重ね合わされるようにして、日本近現代史を学ぶ意味が説かれ、通史が叙述されています。戦後歴史学の問いかけは先に挙げた昭和史の端書きにはっきりと書かれています。この本は学会での研究成果の上に立って、私たちの体験した国民生活の歩みを政治、外交、経済の動きと関連させて捉えようとしたものである。とりわけ執筆者が関心を注いだのは、なぜ私たち国民が戦争に巻き込まれ押し流されたのか、なぜ国民の力でこれを防ぐことができなかったのかという点にあった。かつて国民の力が破れざるを得なかった条件、これが現在とどれだけ異なっているかを明らかにすることは、平和と民主主義を目指す努力に本当の方向と自信等を与えることになるだろう。戦後歴史学が日本近現代史の通史を提供する目的は、戦争の原因と過程を明らかにすること、そして戦争を阻止し得なかった要因を探ることでした。1945年の敗戦に重い意味を求める戦後歴史学が、アジア太平洋戦争の経験を考察の中心に置くのは当然のことでした。また朝鮮戦争や冷戦体制によりさらなる武力衝突への警戒心があり、平和と民主主義の追求が戦後歴史学にとっての重要な課題となりました。これに対し民衆史研究の問いかけと答えは、鹿野正直によって次のように記されます。日本近代史、表彰者の一人による後書き。いわゆる歴史における表面上の出来事、つまり政治的諸事件などは抽象的に、これまで歴史の裏側に教えられながら、しかし実際には歴史を支えてきた民衆の行動は具体的に、と心がけつつ、人々の生活と心情の歴史を書こうと努めた。言い方は悪いが、意識的に女子供を主体にして歴史を書こうと努めたと言えるかもしれない。鹿野はこのように述べ、さらに、歴史のそれぞれの局面に参加するつもりで記したとし、その臨場感を出すために記録類を多く使用したとも言い、自伝や回想記を多く用いた叙述となっています。自らを一人の弱い人間と言い、様々な愚かしさをお互いに背負う人間とも述べ、その立場から歴史のそれぞれの局面に参加しているという認識から通史を描くのです。戦後歴史学が公の立場を強く押し出すのに対し、鹿野は死の観点を主張します。この点は自伝や回想記を多用することとも連動しています。鹿野は続けてこう言います。歴史的事実としてそれは、あるいは不正確な場合が少なくないかもしれない。しかしそれが人それぞれの真実を語っていると私に判断される限り、むしろそれこそ真実の歴史に近いと思った。歴史家としてまた通史を描く立場として思い切った発言です。鹿野は戦後歴史学の通史を前提としながらも、そこから落ちこぼれたりはみ出してしまう存在に目を向けているのです。戦後歴史学を学びつつ、その自己完結性に違和感を有し、鹿野は通史を書き換えたのでした。鹿野は後に、する側でなくされる側の立場と、一般的な視点ではなく、何々にとっての視点として自らの姿勢を整理しています。鳥島は入っているか、岩波書店1988。通史として描かれるとき、これまで切り捨てられてきた対象に目を向け、そこに立脚して歴史を捉え直そうとし、それを民衆の視座から歴史を問う民衆史研究としました。歴史が支配者の歴史であるという考え方は戦後の歴史学の中に一貫してあります。人々の歴史を描こうということが様々に試みられてきました。この時戦後歴史学は人々の運動、社会運動に着目し、民衆史研究は伝説や伝承といった領域にも目を配りました。ここには精神に対する批判の姿勢があります。国家によって正しいと認知されて書き留められてきた歴史への批判です。この点からも歴史は絶えず書き換えられますが、そのことによって通史も書き換えられていくのです。戦後歴史学と民衆史研究の問いかけと答えは以上のように提供されてきました。それぞれに状況と向き合い、そこから課題を抽出し、さらにそれぞれの立場から歴史像として描いていきました。歴史像を提示しながら、今は明らかにし、自らの課題を提示するという姿勢を見せています。戦後歴史学と民衆史研究とでは、人々、国民、民衆への向き合い方や課題の
提示の仕方に温度差が見られます。しかし今との緊張関係を持ちながら人々に働きかけ、その人々に連なる歴史を描こうとしている点では共通性があると言えるでしょう。歴史学にとって重要なことは、今との向き合い方が切実でその関心を把握しているとき、そこでの見解が蓄積されていくことです。戦後歴史学から民衆史研究へと推移しつつ、前者の通史が一掃されることはありません。それぞれの歴史学の問題意識、そこで明らかにされた出来事が蓄積され共有されながら、その都度の状況の中で書き換えが図られていくのです。今回のシリーズ日本近現代史でも、明治維新自由民権運動、大日本帝国憲法、日清日露戦争、大正デモクラシー、満州事変日中戦争、アジア太平洋戦争、占領と講和、高度経済成長、ポスト戦後という大きな流れは、戦後歴史学が例を引いたものですし、民衆史研究も共有しているものです。現代歴史学への継続と変化。このように通史を捉える中、21世紀に入った現在、日本近現代史を学ぶことの意味はどこにあるのでしょうか。現代歴史学の下ではこの課題はどのように設定されているのでしょうか。これまでの2社の論点を受け継ぐとともに、現代歴史学が新たに設定し、通史を書き換えようとした点等があります。まず受け継いでいる点は、戦後における歴史学研究の核としての今との緊張関係です。1990年前後以降、世界も日本も大きな歴史の変化の中に置かれています。現代歴史学はグローバリゼーションと呼ばれるこの新たな変化に向き合いながら、通史を書こうとしているのです。シリーズ日本近現代史で1880年代を対象にした牧原紀夫民権と憲法第2巻は、人は経験から学ぶことができる。そして現在の我々もまた国民国家と競争社会の中で欲望喚起の仕掛けにとらわれながら生きている。とすればこの枠組みの形成期を生きた人々の歴史的経験は単なる過去の物語でも他人事でもないはずであると述べました。また人々への視点も受け継いでいます。戦後の歴史学は人々への視点を一貫して有しており、この点も共通しています。人々に向かって今の歴史的位置を解き、また人々の意識から今の位置を測る営みを行うのです。1941年12月からの戦争を扱った吉田豊アジア太平洋戦争第6巻は、戦争責任の問題を強く意識しながら、アジア太平洋戦争の時代を自分なりに再構成してみたいと述べるとともに、人と人とが殺される関係性の中に投げ込まれる戦場という殺戮の現場への想像力などの一戦争などの戦争や戦場の現実に対するリアルな想像力の回復という問題意識をもう一つの核としています。しかし現代歴史学では戦後歴史学や民衆史研究が自明のこととしてきたこと、その前提を問いかける点を有していることを見逃すことはできません。現代歴史学が登場した1990年代を扱った吉見俊やポスト戦後社会は、本書のシリーズの主人公である日本という歴史的主体がすでに分裂崩壊しつつあるのではないかと、日本社会が経済的、文化的な次元で境界を越えて変容していることを指摘しています。明らかなのは90年代以降、日本やその国民は問いの前提ではなく、むしろ問いの対象となったことであると吉見は続けています。戦後歴史学や民衆史研究が前提とし、追求してきた日本社会の時間空間や主体としての位置が自戒していく過程を描いたということになります。こうした歴史状況と歴史学を背景にしたシリーズ日本近現代史では、あらかじめ日本や日本人を自滅することはできません。幕末維新の時期に日本の範囲が確定されますが、その時の日本と大日本帝国の時期とでは、日本の線引きが異なります。初めから日本人が存在していたのではなく、その時々によって日本人とされる人々が異なり、その線引きの力学の持つ歴史性の解明こそが歴史学の課題であると、現代歴史学は考えるのです。ややこしい言い方になりますが、日本と日本人の推移ではなく、日本や日本人がどのように定義されてきたか、そしてそのことをめぐってどのような出来事が起こり、いさかいや抑圧、排除や規制がなされたかを考察することとなります。このことは我々を問い直すということでもあります。我々といったとき、これまでは家族、地域共同体、国家という次元を持ちましたが、今はそのそれぞれの次元に疑義が生じています。家族、地域共同体、国家の提示する共同性を問い、我々が自明ではないということを歴史的な問題として考察する営みが始められたのです。現代歴史学はここから通史を書き換えようとしています。通史とは何だろうか。ここまで通史という言葉を定義せずに使用してきました。実はこれを定義するのは容易ではありません。その一つの例証となりますが、通史は英訳することが難しい言葉です。英語圏では歴史記述はすべて通史として提供されていますから、
まずは緩やかに通じ的に叙述されていること、それから政治史などのように一つの領域に限定せずに、社会や文化を含む多くの領域を描こうとするものとしておきましょう。身近な例では教科書が通史の一つの型を示しています。教科書では原始古代から中世、近世を経て近現代の時期まで時間的な順序を追いながら政治にとどまらずできるだけ多くの領域に目配りをしてまとまった歴史像を提供しています。政治の推移を軸としながら経済や社会、また文化の動向にも目を配り、総合的に歴史を描こうとしています。普通は教科書を念頭に置きながら通史という言葉を用いることが一般的でしょう。地方自治体が編纂する地域史、自治体史もまた通史として記されます。行政制度を柱として、その地域の政治、経済、そして文化の動向が追われます。しばしば中央の歴史をモデルとして、その出来事が地域でどのように展開したかという形になっていますが、通じ的、相対的な歴史叙述が試みられています。また専門的なものでは歴史講座の類も通史が提供される場所です。代表的な歴史講座である岩波講座日本歴史や歴史学研究会日本史研究会が編集した日本史講座東京大学出版会はしばしば論文集の体裁をとってはいますが、相対としての歴史を通じ的に明らかにしていこうとしています。先の井上清日本の歴史の前書きでは4点をその狙いとして述べています。第1は原始の野蛮から現代の文明に至る日本歴史を創造発展させてきた原動力を明らかにし、世界との関連や地理的条件など作用した諸条件を具体的に追求すること。第2に日本歴史のそれぞれの発展段階を確認し、それぞれの時代像と全体としての歴史の大きな流れとを一望のうちに収めること。そして第3には人類史的な一般性と日本歴史としての特殊具体性とを統一的に把握すること。こうしたことにより第4として井上は我々の歴史の経済、政治、文化、その他すべての側面を総合と統一して説明し、歴史的現代を正確に理解するとともに、我々の未来について科学的な根拠のあるビジョンを作り上げるのに役立てることを言います。ここに通史の目的と叙述、より正確に言えば、戦後歴史学が目指す通史のありようが描かれているでしょう。まずは時間的には原始から現代まで一貫した時間の流れとしての日本歴史を設定します。またそれを発展段階により時期区分した上で、普遍性と特殊性の観点を入れながら統一し、政治や経済、文化の領域を対象とするのです。空間的な範囲を井上は明示していませんが、日本の歴史では日本列島が中心的に扱われています。井上の通史の考え方は、現在では修正が必要です。しかし、通史を定義し、考察するときの出発点と論点をよく提示している言でしょう。入り口としての通史。こうした通史の考え方をもとに冒頭の2の問いを考えてみましょう。今、日本近現代史を通史として学ぶことの持つ意味はどこにあるのでしょうか。戦後歴史学を主導してきた歴史家の永原啓治は、通史の役割、歴史評論554号1996年という論文で、個別研究との関係で通史を論じています。すなわち通史は個別に解明されてきた事象を前後矛盾なく位置づけるものであり、そのような試みの場として意味を持つといいます。歴史家たちにとって個別の研究の成果の適否や意味付けの実験的検証の場として通史を把握するのです。通史が歴史家の営みの成果が試される場であるという永原の見解は、読者にとっては通史が歴史叙述の総合的で集約された形態として提出されているということになります。永原は歴史を描く側から発言するために通史を出口としていますが、歴史を学ぶ者にとっては通史は入り口ということになるだろうと私は思います。そしてここにこそ今通史を学ぶことの意味があると思います。歴史学研究は個々の歴史家によってそれぞれの問題意識、方法、認識と叙述を駆使して営まれます。その営みは個別研究であり、その集積が通史としての日本近現代史像を作り上げてきます。読者はそうした通史を手がかりに、歴史事象に入り込む様々な入り口を生み出すことができるのです。個別の事象、つまり伊藤博文や北村東国、あるいは秩父事件や韓国併合、アジア太平洋戦争や朝鮮戦争といった個々の事項から歴史に接近していくことと合わせ、同時に通史から入りゆくときには、歴史家たちが発見し意味づけた歴史事象がそこに叙述されており、多くの出来事が提示されていることに気づかれるでしょう。読者の側からは通史に提示された多様な出来事の連鎖を日本近現代史に接近していく有力な手がかりとすることができます。もちろんこの時には戦後歴史学、民衆史研究、現代歴史学といった歴史家たちの持つ幅がありますが、
合わせて通史が書かれる器が持つ条件もまた見逃せません。例えば、教科書という器において描かれる通史は、歴史教育の中で用いられることを前提としますし、自治体史では地域住民のための通史となっています。ここでは国民、地域住民が求める歴史事象についての入り口が準備されることとなります。この点から新書という器についても説明をしておく必要があるでしょう。新書の通史には、新日本新書版、日本歴史上中下、1965から68、改訂版78、加藤文蔵、佐藤信夫、西村半子、八代和也、本田光栄、米田小夜子、講談社現代新書版、新書日本史全8巻、1976年、近代史の部分は原田智彦、改革推進、飛鳥井画廊、近代の潮流、井上清、昭和の50年などがありました。また、岩波新書では先に見たように日本の歴史や昭和史が刊行されています。新書という器については2つのことが指摘できるでしょう。まずは新書は何といっても時勢との関わりが緊密であるということです。世界の中の日本、日本の中の世界が当たり前となり、日本も世界も定義なしでは論じられない状況の中で、新書という器は次々に正規する現象に目を向け、論を提供しています。しかも第2には大衆文化が大きな影響力を持ち、大部な書作を読む時間も所蔵する空間も限度がある中で、機動力を発揮するのが新書です。こうした中、新書を器とする通史に求められるのは、再定義された我々の共通理解であり、国民家からの解釈ではない新たな歴史の解釈に他なりません。教科書との関連で言えば、教科書から一歩進んで読む歴史通史ということになります。特に歴史修正主義が大きな文脈を無視して個々の出来事を解釈したり、逆に個々の出来事を無視して大きな文脈を捏造したりすることに、きちんと歯止めをかける必要があるとき、新書通史は効力を発揮します。もっとも新書という器は指数が限られてしまうという面があります。単行本であれば基本的なこととそこから派生するエピソードに触れるゆとりがありますが、新書では基本的なことを描くことで、その指数の大半が費やされます。したがって何が求められるかという基本的な問いかけが新書では要となります。新書を主語として言えば、新書という器に新たな歴史認識と叙述を盛り込むこととなりますが、まずは共有された認識を出発点とし、そこから今との関係で離陸するのが、新書による通史ということになります。シリーズ日本近現代史の各巻の表題が見慣れたものであり、時期区分もこれまでの通史と大きく異なっていないのはこうした理由によっています。変わる通史、国民国家化への問い。これまで述べてきたように通史は書き換えられ変化していきます。通史といったときに通の内容が変わってきているということでしょう。井上清が日本の歴史の近現代の部分において通としていたのは、18、19世紀の大変革によって形成された日本民族、日本人であり、日本国民でした。日本はこの大変革以来、資本主義と近代文化を発展させますが、専制天皇制と国権主義が勝利し、帝国主義国として東アジア諸国に侵略し、第二次世界大戦での敗北に至るとします。敗戦を転機する大変革期は、労働者階級を主力とする民衆が独立民主、平和の日本を建設するかの岐路に立っているとしました。この井上の言い方を用いれば、民衆史研究は民衆という国民が通じ的に扱われています。